とりあえずこれっていうのは最終ここを縫うことで仕上げてるやつやと思うから、ここをまずほどいて内装と表っていうのをやってみようかなと、でもまあ今回は速さを見てもらうわけじゃないから硬いか。何番ですかそれ糸太いからね。これ5番ぐらいあんのかな。5番ぐらいですか。8よりは出たりですもんね、5番5番の次って何ですか。8番太い方に行ったら5番の次もう0ですか。0と00か。これ多分5番8番の設定やと、はい、多分これ今8番っていう糸でやってるからやと思うねんけど、はい、靴って始まったところにもう一回重ねて糸処理して終わるやん、はい、でもこれは糸が太いから目立つのが多分嫌やったんやと思う、はい、1本脱いでいって重ねてるところがないやん、はいはいはい、その場合は裏に糸を抜いて抜けんようにちゃんとそういうボンドで留めたりこういうシール貼ったりして抜けんようにするっていうのをやってたりする。してますもんね、それ。タグボットこれ多分本物やっていう証拠やと。そうへえ。じゃあ次表どうですか。はい、表側の生地をこれを分解するには表からやっていくより裏の細い糸を切った方がさっきみたいにまたビーって抜けやすいから一回ひっくり返してちょっとここで構造どんなになってるか見てみてください。まあおそらくなんやけど内装にも使われてたように糸の重ねをせんようにしているところ、太い糸やと重ねて目立ってる表側の方が不格好で目立ってしまうっていう時は、できるだけ裏に抜いてボンドで1回やってからそのボンド自体の上にテープ貼ってる。だからここにボンド塗られた跡がある。これはボンド塗りながらこう引っ張ってって表につらないようにしてる、引っ張ってそうそれ何ですかこれ。どう色まってけえへんようにやってないと思う。やっぱ手間かけてるっすね。でこれ伸び防止にもなってる。ただの伸び止めとそうですね。全部この一列テープ貼ってるんですか。いや多分ここが力かかってくるのに緩まらんようにやる、このテープっていうのは。今はだからこの糸を、はい、ベージュの方がめっちゃ目洗いな。それは何で言うと仮縫いだから、はい、一回パイピングっていうのをそこに縫い付けてで黒の糸で本縫いにするから、黒糸の方がピッチが細かくなってる、そういうことですね。で黒が本縫いですね。黒が本縫いそこかな。ハイブランドっていう言い方で言っていいのか分からへんねんけど、結構いいやつっていうのは皮自体のすき継ぎが目立たんようになってるね。どこで継いでます？大概後ろ側のここに来てる場合はこれ、はい、これここがついてる。だからここから始まってこう来てここで重ねてるっていう。パイピングって普通もうこのままこれに縫い付けてったりするだけの時が多いんやけど、海外のやつこうやって切れ込み入れてるやつが多い。R に対応するために。そう R に対応するためにこれだけを切る機会がある。次は何ですか。次は胴体をバラバラにしていきたいと思います、はい、とりあえずここの下が継ぎ目のポイントになってるんで、はい、ここをほどいていくのとこの底の皮の部分のやつをほどいていきます。全部糸抜きにいってるのやばいですね。重ねしてん太い糸のところ太い糸のところ全部抜いてるわ。何やってます？そう返し縫いを入れてへんねん。全部裏で抜いてボンドで固めとる。早いですね。めっちゃほどくの。めっちゃ早い。それが今金具がこうなっとる状態だから取れるか？取れた。取れた。じゃあそれやられて独立しとったんですね。そうか袴部分そうや。グッチここくり抜いてね。生地を乗せるんじゃなく。すごいね。皮のせするとき皮の成分からだいたい1センチから7ミリ重ねてるだけやん。結構角側に使ってるところは、はい、ここに生地が発生すると、曲がった時にここがボコッコすんねん。なるほど。それを防ぐために一応こうやってでだからもうこれかましてるんですね。この皮のリンプであとここもくり抜いて芯をここだけにしてるっていうのも、はい、
ここの形ははっきり入れてほしいけど、ここまで芯入れたら結局ここにボコボコしたり。そうなってんのと一緒のはずやからこうやってるはずや。なるほど。全部考えすごいね、されてますね、やっぱり。ハイブランド分解ってマジ勉強になるよな。勉強になるな。じゃあそういったこと綺麗に出るんですね。全部中まで生地感とギリギリにしたりしてる。そうそうだからほんまに普通に考えたらもうこれを直線で切ったやつにそうですねこの皮を乗せてうん縫うっていうのが型紙つくのも楽やし、うんあれやけどその置いた時にどうなるかって多分おそらく考えてるんやけど、うん今のでそこが取れましたと。だからこんな本来やったら四角でいい束ねも型紙もこういうふうになってることですよね。いや角振り抜いてこういうの全部に意味があるよな。なんかなんでこうやってるんやろうって。普通そこ今くり抜いてますけどそこも四角でいきますもんね。普通に考えたら四角でいいよ。これパンツみたいな形になれへん。ほんまや。フリーひだも全部取ってってるかなこれ完全に。ここ膝全部入っててん。ひだっていうかなんていうのタック全部めっちゃ入っとって。めっちゃ細かいのがいっぱい入ってるってことですか。これが全部そう。ほんまや。全部ひだめっちゃめんどくさいですよね。でこのタック取るのってでもその分ふっくらした形で出せますもんね、それの方が。で 3D やこれに対してだから表の生地がこれやんでかさが。ああ、そう。この分これがこのサイズに全部ひだ取って合わせてったんや。っていうことはだからこれがこれ言うたらとこれは別サイズやん。見た目のサイズはこうなるねんけど、白の裏地の話はそれ、でもタック入れまくってるからこれぐらいの表生地は膨らみを出すために、そのぐらい細かい計算して、表の方がでかくなってくる、これタックをいっぱいで10タック入れまくくったらこの白い方の生地に合うってことでそう。金具も高そうですね。このこれがハンドル。そうですね。柄とか合わせてるのかな。そんなことない。柄合わせそてんじゃんれあると思う。ほら。ブランドでロゴが入るやつってロゴの位置がどこに来るか全部計算されてるらしい。それも偽物本も見分ける割になるみたい。だってこれこれ取り率とかもう完璧度外視してることですね。すごいな。見えるとここっちは合わせてるわ。どうなってんやろ。後で生地だけになった時右と左を見たらそれは合うてると思うけど。がっつり皮張っておけたら合ってますね。見える。右と左一緒やろ位置。最大位置。高さ。ロゴの切れ方が確かあるはず。でも完全には難しいと思うねんけどね。ほぼ一緒っすもんね。そことこが一緒。ここが一緒やろ。うん。でここやったらこっから見てるこれがこっちもこっから見てるっていう。ああもう完全に一緒にしてんねん。うわほんまに。左右対称になってるところですね。えげつな。街と前胴と後ろ胴の4枚構成か。それ街も左右でちょっと一回見てみたいですね。このまあさっきのが意見が全く覆されたりしない。こう左右で対称一緒のところで抜いてるかって。これ一緒のところででも抜いてるくない。全く一緒の柄じゃない。いやほんまやな。全く一緒。これでも分かったした完了。胴体の前後の分解は完了。それ気持ちよさそうですね。見学も2枚構成。作りやすくするために一緒。どうの分解完了。ちなみに前胴背胴で柄は
うな生地は何やろ。これ一緒じゃん。一緒やなやっぱ。うん。やっぱ同じ体抜いてるままとむしろすごいな。採算度外視してるけどロス率でかいよな。ロス率上等の抜けどじゃあそのわけでロス率だけちょっと補足で説明させてください。こういったストライプの生地があったとして、大体一般的な取り方は大体こんな感じなんで、横に合わせて2個入る。2個入る。で今回グッチさんみたいに、柄合わせガチでいこうと思ったら、例えばこのラインを端と合わせるとしたらこういう感じなんですよね。こっちかな、こっち合わせとしたらこっちも入らないんですよ、同じ柄のところで。これで合わせたらちょっとはみ出るから取れないと。取れない。じゃあどうするんだって言ったら、極端な話こんな感じになっちゃうんですよね。ここで合わせたらこのライン縦でいったらこんな感じ。2倍の生地がいるっていう感じで、ロス率っていうのはもうここの出た部分をもう使えないで捨ててしまうっていうのがロス率なんですけど、さすがに全部捨ててないでしょうが、これ別のパーツ取るにしても限られたスペースで、柄取りしていくのは非常に難しいなっていう、それがやってのけてしまうのがハイブランド。それがコストに反映されてるかなっていう感じですね。高い割には理由がある。その代わりとても綺麗に誰も真似できないような作り方をやって抜けてるのがヨーロッパの、ハイブランドだと思います。そのわけでこんな感じですね。これからちょっといろいろんなブラウンさんのバッグ財布分解していろいろ勉強させていただこうと思ってます。最後ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。checks the